ちっちゃい建築でもちっちゃい活動でも何でもその知ってくれた人とかに対してなんかやっぱ還元ができることが建築家として一番やりたいこと、それで結構きっかけになってるって感じですかね。例えば通り過ぎただけの人とか、なんかふとした時にその建物を訪れた人の気持ちがちょっとでも良くなったりとか、ちょっと前向きになれたりとか、何でもいいんですけど、なんかそういうなんかエモーショナルな部分に訴えていきたいなみたいなことはすごく考えてます。ふとふとという設計事務所なんですけど、建築コレクティブ行ってます。太田裕太郎と申します。2年ぐらいですね、独立して2年ぐらいで、今度ようやく渋谷の方でですね、新築の9階建てのビルが建って、それが初めての新築になるので、それは一個事務所にとって大きなターニングポイントになるかなと思ってます。僕らにとって結構今建築を通して訴えたいことみたいなのはこの岡庭が結構体現してくれていて、これの物件をまず取得できたみたいなところが一個大きなターニングポイントかなと思ってます。僕待てないタイプで、クライアントワークっていい仕事来るの待ってなきゃいけないじゃないですか。仕事来いみたいな。で祈ったりしてるんですけど、でも営業方法が分からなくて祈るぐらいしかないわけですよ。でも自分たちのやつだと自分がやりたいタイミングでリスクを背負えれば建築が作れるので、それすごくいいなと思って、映画監督とかが実制作で映画撮るような形で建築家も実制作をしていきたいなっていうところからこのプロジェクトがスタートして、でたまたまこれ物件自体が僕の祖父祖母が暮らしていた渚町っていうところなんですけど、そういう思いを持って渚町に来て、でこの田立っていうエリアは木曽の中で唯一風景が開けてる場所で、他はもっと木曽谷って呼ばれるぐらい谷地なので山の距離が近すぎてあんま風景がない場所なんですよね。でそれで唯一田立は風景がある場所だったので、ここで土地を探してるっていう話を役所場でしたところ、いいとこあるよっつって紹介してくれたっていう物件がこれで、それがたまたま100円で購入することができた。最初にまずは解体からだったんですね。すごい床も何とも言えない床だったりとか、なんかおばあちゃん家みたいな感じだったんですよ、本当に。でこの内壁も田舎のログハウスみたいな形だったりとか、すごいいつの時代についたかよく分かんないキッチンがついてたりとか、下の方もすごい天井が低い状態で天井が張ってあったりとかしたんで、えっとまず中安君、スタッフの中安君が当時大学院生だったんですけど、彼が結構ノリノリで手伝ってくれて、で彼が仲間をですね招集して、みんなで集まって、よしちょっと一体解体しようって言って解体のデザインを結構やりました。例えばここら辺の欄間はこっちは壊そうかとか言って壊したりとか、この辺の開口部とかも作るために差し外したりとか、この辺の天井もちょっと外したりとか、その解体を徹底してやっていくっていうのが一番最初で、一番軌跡が空間の輪郭をまずきれいにしていくみたいな作業を最初にやって、まず解体をデザインしてきました。最初ですね、宿としてスタートしたんじゃなくて、自分たちの基礎事務所としてこの場所を使うっていう整理で銀行から借り入れを行って整備を行いました。でもしその1年運営してみて、うまくいくようだったら、投資額を増やしていって、で僕らが建築でやりたいこととかをどんどん実験的にする場所にしていこうということは最初から決めてたんですけど、なかなかその資金の問題で一発でこう終わらせるっていうよりは、こう分散させて少しずつ持続的に地域と関わっていく方がこれはいいんじゃないかなみたいなことをその事業計画作る時点でちょっと感じて、
設定しておりました。なんかお土産、宿泊まってくれた人のお土産をプロダクトとして売ってくる。でなんか今さ、なんかあんま持ち帰れる基礎っぽいものを全部セットにして持ち帰りで売るみたいな感じがいいと思うんだけど、我々がこの建物でじゃあなんか何に着目して整備していくかみたいな時に、この屋根ですね、屋根がすごく特徴的だなと思って、でこの建物ってもともとですね、某芸能人の別荘だったんですね。でそれで、結構地域の方々もこの建物のことを知っていて、ですごく風景として、直ちの風景としてこの建物って別に名建築でもないし文化的に重要なものでもないんですけど、とても風景を作る上でこのとんがりっていう存在が重要な存在だなと思っていて、じゃあこのとんがりをどういうふうに敷地内に展開させたりとか、とんがりをどういうふうに展開していくかということを重要視して駅工事も開始を行いました。具体的にはですね、このとんがりの断面的な部分、これはもちろん残しながら、ここにもっといい光が入るように窓の形状を全部引き違いの昔のアルミサッシがついてるんですけど、それを全部フィックスのガラスに収まりとかも変えて、窓枠が一切見えないようなディティールにして、一番きれいに風景が見えるような形とか、一番きれいに光が入るような状態にしていったのと、このとんがりっていう形態をですね、断面図からこう平面図に読み替えていって、先ほど説明したような水回りをこの母屋につけるときに、このとんがりを形状をですね、平面的にこう介入させていくことで、面積の制約とかも含めて浄化層のサイズ的にですね、何平米までしか増築できないみたいな制約があったので、そこの部分も含めて水回りのサイズにこうぴったりこのとんがりの形状が収まっていって、すごくうまくいったかなというふうに感じています。じゃあ今日はどんなさんで号令会というので。皆さんご視聴ありがとうございます。いただきます。いただきます。3期はですね、主に外回りがランドスケープのことをすごく考えていて、今我々が考えているのはまずこのレベルのテラスの部分ですね。ここが結構今通路ぐらいの幅しかないので、ここをちょっと広げていきたいなと。いやもう全部構造からちょっと一部やり替えていって、なるべく面積を確保していって、で日差しもつけて、で今動線としてはこの母屋からサウナがある、2期工事でサウナに改修した既存の水回り取りがあるんですけど、そちらまでですね直通階段でこう降りれるような形になっていて、その階段をあえてその動線をちょっとなくしてしまって、この敷地全体をこう、巡るような形でサウナにアクセスするような形でちょっと改修したいなと思ってます。であとは一番実はビューがいいところってサウナ棟の上の方上側が最も多分山エナの山に抜けるようなビューが見えるので、サウナ棟の上にですねテラスを増築して、それで敷地全体をこう使い切って植栽とかですね含めて回遊性を持たせながらランドスケープを作っていきたいなっていうのが我々の最高時の目標になってますね。なんかキャッチボールも完全に趣味なんですけど、結構いいコミュニケーションになってると思っていて、やっぱりなんかこういい建築を作ろうとか、なんかこのクライアントがシビアであればあるほど設計の打ち合わせって
やっぱスタッフと僕でやると割とやっぱシビアな感じになっちゃって、でまだやっぱり経験が浅い子たちばかりなので、どうしてもなんかこう上下ができてしまうような環境なので、そういう時に例えばよくあるのはちょっとやらかしたらじゃあ千本ノックなみたいななんかちょっと野球で解消するみたいなところにすればそんなになんかこう落ち込むことなく、まあでもなんか改善しようみたいなことは思ってもらえるんじゃないかなと思って、やりたいことだけですけど、そういうなんかこうキャッチボールとか野球っていうのは仕事につながるコミュニケーションみたいになってると。で一方でその音楽を聴くとか、まあ、完全に空間の使い方の話なので、こういう家具のしつらいとかどんなものを置くかとかでなんか自分が音楽聴くのが好きだったりとかするので、なんかその一番気持ちよく音楽が聴ける空間ってどんな場所かなとか、そんなことは考えながら、設計取り組んだりとかしてますね。はい。竣工で終わりみたいな感じじゃないですか、ずっと。ピリオドをこう打っていく感じがなんかすごくもったいないなみたいな感覚はずっとあって、なんかこう引き渡した後にお施主さんに呼んでもらって自分が設計した建物を行って使われてるのを見るのが、まあ多分全員だと思うんですよ、建築家。すごい僕も好きで、なんかそれってなんか新築、例えばなんか5年後ぐらいに検査とかで2年検査とかでなんか2年後とかに建築に訪れてもなんか使われている建築空間ってじゃそれなんか新築ではないかもしれないけどなんかもっと良くなってんなみたいな、時間がそれを良くしてくれてるなっていう風な気がしていて、だからその使いで特に岡庭に関しては僕らが自分たちで管理してるっていう部分があると、別になんかその竣工する瞬間というか新築を作る新築になる建物が新築になる瞬間っていうのをデザインしなくてもずっと継続的に作り続けてたり回収し続けてたりとかしたところで、なんかそれがなんか一番自然なんじゃないかなっていう気がして、それになんか戻した方がいいんじゃないかなと。特にそのやっぱりこんだけ工事費が上がるとかこんだけ物資がない時代に今なんか突然になっちゃって、それがもう改善するのかもしれないし分かんないですけど、これからなんかこう新築引き渡しみたいなこと自体もなんか結構破綻してきちゃうんじゃないかなっていう未来すらちょっと感じてるんで、そういう意味だと岡庭みたいな作り方っていうのはなんかこれからの建物とか空間の作り方として一つ新しいあり方を提案できたんじゃないかなみたいなことは思ってますね。なかなかこう建築を作ることがかなりハードルが高い時代になってきてしまったなっていう感覚はあって、なんで結構なんかこう特に公共建築とか空間ってもうみんなのものであるべきはずなのが、住宅とかは特にだと思うんですけど、結構なんか限られたお金持ちしかその建築家にお願いできないみたいな環境になってきてしまっているなみたいなことは結構、僕はちょっとなんか悲しいじゃないですけど、もっといろんな可能性にチャレンジしていきたいなと思っていて、なんでその空間っていう建築っていう風な捉え方をすると何か新しいものを作らなきゃいけないっていう風になってくるんですけど、なんかその媒体を空間っていう風に翻訳すればそのプロダクトを作ることだって、香りを作ることだって、例えば建材を作ることだって、全てがその空間に集約して、その空間であればまだ多くの人に届けられる可能性があるんじゃないかなっていうことをちょっと思っていて、そういう取り組みをしているというような形でございます。熊事務所に9年間いて、なんか覚えてるエピソードで言うと、僕別に担当した建物じゃないんですけど、なんかですね、なんか熊さんって、事務所に熊さん宛てに来たメールでこう全体に共有した方がいいなっていう内容って
共有してくれるんですよね。でなんか僕結構感動したことがあって、その長岡シティホールの使われ方でカレー屋さんで働いてる長岡で今高円寺で独立されたカレー屋さんの店主の方からのメールだったんですけど、その長岡のカレー屋さんで修行されていて、でなんかこう修行時代にその結構大変だったみたいなんですけど、こう唯一の楽しみが長岡の広い中戸間っていう開かれた場所なんですけど、そこでビールを買って空を見ながら、ビール飲むことが本当に幸せで、それになんかこう勇気づけられてというか、なんかこうカレー屋になれたみたいな話のメールを見て、なんかその何ですかね、こう開くこととか使われることっていうのみんななんだろうね、絶対いいみたいな感じになってるんですけど、それをなんかすごく具体的な話で、こんな熱い方からなんかこう建築の使い方について意見もらえることがあるんだと思って、なんかそれすごく僕感動して、だからそのなんか今公共建築をやれるようなまだポジションじゃないですけど、でもなんかそのちっちゃい建築でもなんかそのちっちゃい活動でも何でもそのなんですかね、その知ってくれた人とかに対してなんかやっぱ還元ができることが建築家として一番やりたいことって感じですかね。